地震です。地震です。地震です。おはようございます。先ほどね、大きい地震が起こって、とりあえずね、車の方に降りてきました。で、どうやらね、地震の影響で停電が起こったらしくて、電化製品が動いてないんですよね。で、このね、停電が復旧するのが多分24時間後ぐらいで、僕もね、この暑いのに電気がないともう生きていけれないんで、今回はね、電気がね、回復する24時間後までね、電気をね、作りながら、なんとかね、頑張って生き延びてみたいなというふうに思います。はい。で、電気はね、ソーラーパネルで発電することが可能で、今日はね、いい天気なんで、たくさん発電できるそうではあるんですけども、電気を蓄えるには電源が必要なんですよね。ですんで、今回は、こちらのエコプレイさんの大容量ポータブル電源の方をね、使用して、こちらの方にね、電気を蓄えていきたいというふうに思います。で、この電源はね、容量が 3840Wh で、出力が 3300W もあるポータブルというよりかは、家用のバックアップ電源に近い電源です。で、この電源はね、今、完璧な 0% で、全くね、充電されてないんで、まずはね、こちらの電源の方に充電をね、仕掛けたいと思います。はい。屋外に車移動させます。はい、車ね、移動させてきました。この車両にはね、300W のソーラーパネルが積んであるんで、こちらでね、充電してみたいと思います。充電ポートは裏ですね。よし、そしたらね、カチッて言って充電開始されました。現在はね、約 25W ぐらいで発電できてますね。ただし、この発電量だと、満充電までに99時間かかるらしいです。それはちょっと困りますね。で、今日はね、天気がちょっと薄曇りではあったりするんで、このままだとね、1日では充電しきれないんで、もう1枚ね、300W のパネルがあるんで、こちらも直列につないでね、充電してみたいと思います。で、ちなみにね、このソーラーパネルは、1枚が 32.5V で 9.23A の出力があるんですけども、このポータブル電源は 12V から 160V まで対応可能で、最大 2000W での入力が可能な電源ではありますんで、このソーラーパネルであれば、5枚直列にね、接続しても大丈夫な電源となってます。はい、ソーラーパネルをね、セットしました。天井と、太陽の方向に向けたパネルですね。で、ちょっとね、天気悪くて、いきなりね、太陽が隠れちゃったんですけども、とりあえずね、現状で 60W ぐらい発電できてて、うまくいけばね、7、80時間で充電できるそうなんですよね。で、天候がね、回復すれば、もっとね、発電してくれると思いますんで、日が暮れるまで、この状態で、電源の方をね、充電させてみたいというふうに思います。で、充電してる間にね、なんですけども、とりあえずね、電気が戻るまでは、家で生活できないんで、車内でね、生活しないといけないんですけども、冷蔵庫には特に何も入ってなかったんですけども、冷凍庫の方にね、いろいろと物が入ってましたんで、そちらをね、ポータブル冷蔵庫に移し替えて、こっちの方にね、持ってきてみたいと思います。はい。はい、冷蔵庫漁ってきました。いろんなね、食材あったんですけども、うなぎありました。今日ね、土曜の丑の日なんで、買ってたうなぎがね、出てきました。はい。で、あとね、飲み物類とかですね。はい。で、あとね、お水ですね。お水はね、重要なんですけども、冷えてないとね、やっぱし飲めないんで、こちら持ってきました。入った。よし。で、こちらはね、冷凍状態で保管しようと思ったら、すごい消費電力食っちゃうんで、もうね、冷蔵状態、3度ぐらいかな。で、保管してみたいというふうに思います。使うのは DC なんですけども、まだね、1% も充電はできてないんですけども、とりあえずね、冷蔵庫使えるんじゃないかと思いますんで、接続してみたいと思います。まだ出力来てないみたいです。そうか。頑張ってね、発電してもらいましょう。よし。でね、長期戦になるといけないんで、車の方をね、ちょっと快適にね、過ごせるように、装備の方をね、ちょっと持ってきたいと思います。よし。内装ちょっと組み直しました。L 字型にしました。で、充電はね、1% までいってから、DC 出力がね、使えるようになったんで、こちらにね、冷蔵庫の中身のものをね、冷やしていきたいと思います。よいしょ。はい、来ました。3度ぐらいにしてきます。入力がね、70W ぐらいで、出力が 35W ぐらいですね。OK。はい、いろいろしたら、ちょっとお昼をね、回ってしまいました。で、現在時刻はね、12時40分で、外の気温はね、41度です。暑いんですけども、湿度が低いんで、とりあえず日陰でね、休み、いろんな作業をね、してました。で、ソーラーパネルに関しては、今床に寝かしてる状態なんで、地面とね、平行な状態で発電させます。で、この時の発電能力が 450W ぐらいですね。600W のパネルなんで、ちょっと低めではあります。けどもね、よく発電してます。で、今の電池残量が 35% なんで、朝からね、5時間かけて 35% までね、充電できました。で、そうこうしたらね、お腹も空いてきたんで、お昼ご飯をね、作って食べようと思うんですけども、とりあえずね、災害時にはね、しっかりカロリー取っとかないと元気出ないんで、ご飯を炊きたいと思います。で、これはね、IH クッキングヒーターと炊飯器がね、合体してるやつですね。これでね、ご飯を炊きましょう。よし。
でこの状態でねちょっとしばらくつけ置きします。つけ置きしてる間に車にねエアコンを取り付けましょうですね。取り付けるのはこちらですね。もうね過去に一遍取り付けたことあるんで、もうパッとね取り付けましょう。こんな感じでフレームを置いて、こうですね。もうね一遍やったことあるんで一緒です。でこの枠をこうですね、よし取り付けて OK。 よし OKOK。 水吸えましたね。そうしましたらもうご飯炊こうと思うんですけども、今日はね牛の日なんで同時にねうなぎも調理しましょう。うなぎはね一緒に炊くんじゃなくて、専用ね蒸し器の方で蒸しながらね加熱して温めたいと思います。うなぎを切りましょう。どれぐらい切ろうかな。2切れ取りましょうかね。これねこんな感じで入れて、で蓋、それからもう普通に炊飯しましょう。はい、65分後には炊き上がりです。じゃあね引き続きエアコンをね取り付けていきたいと思います。エアコンね設置しましょう。よっ OK。 セット完了。ちょっとね試運転してみましょう。お、ピー言ったな。よし、来た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 。わー太陽光だけでねエアコン動き始めました。で現在の消費電力は発電が 444W で消費が 910W ですね。で電池残量は 42%。 エアコンきちんと冷えてますね。よしよし炊けました。 OK。 見てみましょう。おお、うなぎはねしっかり、蒸されてからめちゃめちゃいい匂いがしてます。 OKOK。 おはは、ご飯もね上手に炊けてますね。 OK です。バッチリです。よそいましょう。災害時はね洗い物が出ないようにすることが大事なんで、こんな感じでねアイラップ引っ掛けてご飯を持っていきます。袋をしたらね見た目に美味しくなそうに見えるんですけども、味は変わらないんでねこうやる方がいいです。タレご飯にかけてうなぎ、よいしょ。僕山椒大好きなんでね全部かけます。よし OK。 でちょっとねバッテリーこっちあったらね邪魔なんで移し替えます。よし電源ね位置変えました。よし、で飲み物冷やしたねお水いただきましょう。まずは一杯いただきます。冷えてるとねぐっと体温下がるんで冷蔵庫はやっぱしありがたいですね。よし、で現在の発電ワット数は 408W で電池は 48% まで今充電されてますね。 OK。 もう2時半なんでどこまで充電できるかちょっとわからないんですけども、とりあえずねこうやって放置した状態でちょっと遅めのお昼ご飯いただきたいと思います。よし、じゃあねいただきます。果たして太陽光で作ったうな丼のお味は。美味しそう。めちゃくちゃ美味しいです。ご飯はね最高の炊き上がりで、うなぎはねふっくら蒸されたような感じでからめちゃくちゃ美味しいです。大停電が起きてる最中なんですけども、発電中はねこの車から離れなくて、もうねここから動くつもりもないんで、お昼ですけどもねちょっと合流しましょう。これですね、本麒麟。早い時間から起きてソーラーパネル引っ張り出してねエアコンもつけてとすごい重労働をしたんで、自分にねご褒美をあげたいと思います。ということで、うわーよく冷えてる。よーし OKOKOK。 じゃあねいただきましょう。いただきます。美味しい。今世間では大停電なんですけども、僕だけね出来たてのうどんを食べてキンキンに冷えたビール飲んでます。電気のおかげですね。ありがたいです。美味しい。極楽極楽。しっかり飲んでいい気持ちになってきたんですけども、汗もねしっかりかいてるんで、今日はねシャワーとか浴びたいところではあるんですよね。なんですけどもうちのシャワーのねボイラーの方は使えないんで、あったかいお湯をね用意しないといけないんで、これですね20リットルの水タンクに水道の水を入れてから太陽光で温めてお湯にしたものをね今日はのシャワーにしたいと思います。ちなみにね停電は起きても水は出ます。よし
オッケー。よし、こんな感じでね、置いて太陽の力でね水を温めておきたいと思います。ちょっとねいいコンコロ持ちによって扇風機もあるんでね、車内で少しゴロンとしてゆっくり過ごしたいと思います。 OK、 こんな感じで、ね、寝転びました。窓開けてるんでね風が通って涼しいです。で実はね朝も早くてお酒も飲んで眠いんで、ちょっとねこの状態で数時間休ませてもらいたいと思います。はい、ほんじゃね、おやすみなさい。はい、もう日が暮れてきました。現在の時刻は6時16分ですね。気温はねまだ33度ほどあります。暑いです。で日が陰ってきたんで、もうこちらのソーラーパネルの方はね、太陽光当ててませんね。ですんでそろそろ発電は終わりなんですけども、とりあえずね現在の蓄電量は 66% ですね。だから3分の2充電されてますね。でこの電源が 3840Wh なんで 2500Wh ぐらいはソーラーパネル2枚で充電できたみたいですね。 OK。 満タンにすることはできませんでしたけども、まあまあ充電できましたね。ですんで多分ねこのパネルが3枚やったら満タンにできてたんじゃないかというふうに思います。はい。で水なんですけどもしっかり温まりましたね。ソーラーパネルの輻射熱を利用して温めるようにしました。よいしょ。おー、しっかりあったかい。正直なところ多分30度ぐらいですかね。ガンガンに熱くなってるわけじゃないですけども、ぬるま湯のシャワーとしてはね十分あったかい温度です。はい。でシャワーはねこれを使いましょう。シガーソケットでね給電するシャワーですね。ここから電気を取って、あとはねこれですね、このスイッチを押したら、はい、 OK、 勢いよくね水が出ます。これでね多分ね3分か4分ぐらいはねシャワー浴びれるはずなんで、車内で寝てて大汗かいたんでね、この汗をね流したいと思います。ちなみにねシャワーの消費電力は 15W ほどです。結構省電力です。はい、しっかりシャワー浴びました。水の使用量はね半分ぐらいですね。シャンプーとボディーソープなしでだいたいね10リッターぐらいで体洗いました。はい。気持ちいい。気持ちいいんだけど風が吹いてきたら寒いですね。おお、太陽がね一気に奪われてきます。夕方のね水シャワー結構いいですね。ホテた体がね一気に涼しくなりました。だからね旅先なんかですごく暑くて体がほてるなと思った時には水シャワーなんかをね浴びるのもすごいいいかもしれませんね。めちゃめちゃ涼しくなりました。はい。で現在の時刻は6時半で、もうすぐね日が暮れるんですけども、どうしよう、車内にねこもってご飯と思ったんですけども、まだねお腹空いてないんで、ちょっとね車の外でね夕涼みをしてお腹空いてきてからね車内にこもって、ご飯の方作ってねいただきたいというふうに思います。はいはい。ということでね中でねゆっくりしたんですけども、お腹空いてきたんでそろそろね晩ご飯にしたいと思います。で現在の電池残量は 60% で消費電力は 665W ぐらいです。これはね今エアコンが 600W ぐらい使ってる状況なんですけども、この状態だったら電池はね3時間ぐらいしか持たないそうです。だからね一晩中エアコンをつけるっていうのはねちょっと難しそうな感じです。でもね車内の気温はぐんぐん下がっててから今ね 29.6 度です。25度ぐらいでねエアコンの温度を調整しようかなというふうに思ってます。はい。で今晩作るのはよいしょ、こちらですね。これね買い置きした団子汁なんですけども、この分の具用にね豚汁用ミックス野菜っていうのを買ってましたんで、これを合わせて団子汁にしてねいただきたいというふうに思います。でこれはね汁物で熱いんでエアコンを車内でつけてるという格好ですね。はい。でこれを調理するのは炊飯器の下の IH クッキングヒーターですね。でここにねこのお鍋を設置して IH でね団子汁の方を作っていきたいと思います。よし、まずはお鍋にお水を入れて、ここにね、ミックス野菜入れます。これはね大根、人参、里芋、先焼きごぼうに油揚げも入ってるっていうね、もうまさに団子汁のためにね生まれてきたようなミックス野菜です。はい、加熱 OK。 火力3でいきましょう。ちなみに消費電力は 1150W ぐらいあるんですけども、この電源はね定格消費電力が 3300W もあるんで、もう問題なくねエアコンと IH が同時に動いてます。はい、すごいです。じゃあねお次はこの団子麺を入れましょう。よっと。
OK。で、麺をね、ほぐしていきます。で、最後に味噌。あと、火薬。入れて、はい、混ぜたら完成です。美味しそうなのできました。で、料理が終わったらね、電池残量 48% でした。エアコン使いながらだったんでね、10% ぐらい使いました。よし。じゃあね、美味しそうなのできたんで、早速いただきたいと思います。いただきます。果たして、大停電の夜に作った団子汁のお味は。美味しいです。めちゃめちゃ美味しい、これこんなに美味しかったんだ。へえ。うどんもスープもね、美味しくって、お野菜もね、この団子汁になっててめちゃくちゃ美味しいです。団子汁は安い時で88円で、ミックス野菜はね、ローソンストア100の分なんで、108円なんで、200円で、このね、団子汁できました。すごく美味しいです。よし、ということでね、ビールもいただきましょう。秘蔵のビール2本目です。いただきまーす。美味しい。通常であればね、こんなに楽な、車中泊はないんでね、ポータブル電源の進化は本当に個人的にね、嬉しくて大歓迎です。よし、じゃあね、ちょっとドラマ見ながらね、ゆっくりご飯いただきたいと思います。はい、ということで、ね、ご飯食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。で、今ね、1時間ほどエアコンを動かしたんですよね。そしたら、電池残量がね、46% から 38% に減りました。ですんで、1時間あたりね、8% 消費したということになるんですよね。で、設定した温度は26度なんですけども、この状況だと、もうね、5時間は動かないっていう格好ではあるんで、今夜はね、これから明け方にかけてもね、25度をね、下回らない熱帯夜ではあるようですんで、電池をね、ちょっと持たしたいんで、一応、設定温度をね、一度上げてから27度にね、しときましょう。26度の設定で今26度になってるんでね、温度設定は完璧なんで、そういう風にね、しときたいと思います。ちなみにね、ここにね、充電式の扇風機を吊るしててから、ここでね、こっち方向に出る空気を、ここでね、車全体に今回してます。ちなみにね、サーキュレーターは、消費電力がね、どうしても大きいんで、僕はね、こっちの充電式のサーキュレータータイプの扇風機をね、使ってます。ということでね、ちょっと片付けをして、もう少しね、車内でゆっくりしたいと思います。はい、すいません、寝落ちしてました。で、エアコンを動かした状態での今の電池の残量は 24% なんで、電池はね、持ってる状態で、多分ね、このままいったら朝まで持ちそうなんですけども、27度じゃ寒くなってきたんで、設定温度をね、1度上げてから、この状態でね、休みたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は6時31分で、車内の気温は 28.4 度です。エアコンは28度設定だったので、少し蒸し暑かったんですけども、扇風機もね、回したんで、空気が循環してね、結構ね、涼しく過ごすことができました。で、気になるのはね、電池残量なんですけども、17% です。おー、想像以上にね、しっかり残りました。昨晩も2時45分の時点で、電池残量 24% だったんで、朝までのね、4時間で 7% しか消費しなかったという格好ですね。ちなみにエアコンはね、寒かったから、温度を上げただけでから、あのままね、27度設定でも、普通にね、エアコン、動き続けたんじゃないかというふうに思います。はい。で、ちなみに外の気温と比べてみるとどうなんだろう。外気温と全く変わりませんね。外の気温の方がもう28度ぐらいあるっていう格好です。普通はね、車内の方が温度高いんですけども、温度変わりません。なるほど。で、どっちかというとね、車外の方が湿度高いです。はい。OK ですね。十分効果ありましたね。よし。で、大停電はね、朝の7時に解除されるんで、あと20分ぐらい時間があるんですけども、電池も残ってるし、何もせずにね、終わるのもすごくもったいないんで、最後にね、もう一品、朝食をね、作ってみたいと思います。はい。よし。ということでね、朝食を作ろうと思うんですけども、朝食にはね、冷やご飯がね、結構残ってるんで、今朝はね、このご飯をチャーハンにしてね、いただきたいと思います。よし。で、チャーハンにはね、卵が必要なんですけども、それとは別にね、チャーハンの素っていうのがね、あるんで、
今朝はね、こちらを使ってチャーハンをね、作りたいと思います。よし、準備したらね、車内の気温も上がってきて、あと、また発電が開始されたんで、エアコンの温度をね、下げて、涼しい状態にして、料理の方、作ってみたいと思います。じゃあね、作っていきましょう。どれでいこうかな。もうね、一番簡単な方法でいきましょう。卵、そしてね、ご飯ですね。これぐらいかな。よいしょ。よし、OK。で、危な。これぐらいか。加熱スタート。現在の電池残量は 15% です。温まってきたんで、いきましょう。よっ。よし、じゃあね、入れましょう。多分ね、大さじ1ぐらいでいいと思います。これぐらい。よし、はい、できました。 OK ですね。パラパラのね、いい感じのチャーハンできました。現在の電池残量は 11% ですね。 OK。 よし、じゃあね、もう早速いただきたいと思います。いただきます。果たして冷やご飯と謎のチャーハンの素で作ったチャーハンのお味は。美味しいです。チャーハンパラパラでね、具材もいい感じにしょっぱくて美味しいです。これいいですね。お水も最高。よく冷えてます。はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。よし、でね、無事24時間ね、生活を終えて、そろそろね、大停電も解除された時刻でありますんで、この辺でね、大停電のチャレンジの方をね、終了したいなというふうに思います。はい。はい。ということでね、今回は、真夏の炎天下の日の大停電を想定した車中泊実験だったんですけども、いかがだったでしょうか。今回はね、エコプレイの 3840Wh のポータブル電源と 300W のソーラーパネル2枚で発電した電気だけでね、24時間生活してみたんですけれども、容量は 3840Wh で、定額出力が 3300W で、充電に関しては家庭用の AC 充電が 300W から 1500W まで切り替え可能で、さらにソーラーパネルに関しては 12V から 160V の最大 2000W にね対応してるんで、環境さえ整えばね、2時間ぐらいで満充電できる電源で、さらにね出力ポートもねたくさんあって、あとねファン音もすごく小さくって、動作中にねキューとかねフォーとかっていうようなその甲高い不快な音は全くしない電源ではありましたんで、これはね防災の備えとしても最適ですけども、今回みたいなね車内に置いて使ってもすごくいい電源だなというふうに思いました。はい。ただしね、2点ほどちょっと気になった点がありまして、というのが1つ目はリモートアプリみたいなのがないんで、電池残量とか能力の切り替えはもうわざわざねここで、確認とかタッチしないと分からなかったんで、その点がねちょっと使いづらかったのと、あとソーラーパネルによる充電なんですけども、完全にね火が照ってる時や夜は全く問題ないんですけども、夕方とか明け方とか、この発電が終わりそうなタイミング、もしくはね発電が始まりそうなタイミングになったら、中の方のセンサーがねカチ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 その切り替えてるような音がするんですよね。でそちらがね夕方もしくはね明け方5時ぐらいにねずーっとなってて、朝ねちょっとうるさくて目が覚めて、この辺のケーブルをねちょっと抜いて対応したりしてましたんで、この2点のみがねちょっと気になるポイントだなというふうに思いました。はい。で今回使用させていただいたこちらの電源は現在ねセール中で、またしてもね通常よりもお安く買えるようになっておりますんで、こちらの電源の詳細は動画の概要欄の方に貼っておきますんで、皆様よかったらね製品の詳細の方を確認されてから購入の方をねぜひ検討されてみてください。個人的にはね朝までエアコンが使える電源だったんで、夏の車中泊にね革命が起きたなというふうに思いました。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。車内でエアコンつけてうな丼食べてビールを飲むのはね最高に楽しかったです。